はい、どうもです。今回はですね、こちら、キヘリモンガラっていう食材ですね。ということで、まずは他系のからご覧ください。ということで今日は前回の続きになるんですけども、ちょっと今鼻声じゃないですか。っていうのもね、整形しました。僕自身ね、あんまり整形に興味がなかったんですけど、いやー、これね、女の子とか結構整形してる人いるじゃん。これマジで努力してるんだなって思いました。こちらは鬼だるまおこでですね、ちょっと小さいんで撮るのはやめておきましょう。そしてタコも泳いでいました。おそらく島ダコなんじゃないでしょうか。ということで、漁場に到着したんで、ここから潜っていきます。だいたい水深13メーターぐらいで、息はね、1分から1分半ぐらい持ってます。ということでですね、ここからはキヘリモンから前回と一緒になるんですけども、ぜひ楽しくご覧いただけたらなと思います。それでは、どうぞ。さて、息を整え次の魚を探していきましょう。で、この時点で結構海が荒れ出してきました。シュノーケルに水がバシャバシャ入ってくるんで、まともに呼吸ができなくて、息が全然整わなくなってきました。ちょっと暗くて申し訳ないんですけど、海底で魚を探してるところ、何か見つけた模様。海底で水中銃の威力を弱くしています。通常6メーター先の魚を仕留める仕様になっているので、普通に撃ってしまうと岩にめり込み、人力では抜けなくなります。さて、魚は何がいたのでしょうか。いました。これはゴマモンガラの尻尾ではないでしょうか。こいつの皮膚は鋼鉄。エラを狙って致命傷を与えに行きます。ヒット。ヒットしたが何やら様子がおかしいですね。逆にシャフトを弱くしすぎて魚に貫通していませんでした。にしても皮が鋼鉄すぎる。しかしまだ諦めるわけにはいきません。エラの動脈に当たったのは確かに確認しました。大量出血で動けない状況にはなっているはず。見つけさえすれば取れます。さて、どこにいる？どこの穴に隠れたんだ？浅い見つけられる穴にいてくれ。頼む。よし、いた。ヒットするも刺さりきらない。どんだけ頑丈な皮をしてんだこいつ。もう素手で取ってしまおう。ちなみにこいつの抗菌力は最強クラス。下手をすれば指を食いちぎられます。だがここで逃げられてしまう。なんてしぶとい魚なんだ。ここで捕獲開始からだいたい20分が経過しています。ここまで派手に暴れていると、さすがにサメなどの肉食魚が寄ってきます。急がねば。まだ呼吸も整ってないですが、とりあえず回収だけはしたい。すでにサメが近づいてきています。お前なんかにくれてやるか。いました。さすがに力尽きてますね。ゲット。血につられて霞味も寄ってきてますね。さて、今回取れたお魚はキヘリモンガラ。マサル自身ね、初めて取りました。初めて取る魚ってどんな動きするかわからないんで、結構ね、苦戦するんですよね。脳天締めをしていきます。はい、というわけで今回ね、キヘリモンガラということで、皆さんゴマモンガラって有名じゃないですか。ゴマモンガラとね、めっちゃ似てるんですけども、こいつ昼間はね、結構砂地にいまして、素潜りでね、魚つく時って、だいたいね、サンゴ礁の隠れ家がある場所だったりだとか、あとは、波がブワンバン打ちつけて、小魚が大量に発生してるところとかでね、魚つきしてるんで、初めてね、つきました。そして、夜ね、初めていましたね。で、もう一匹ね、いたんですけど、一匹いれば十分だろうということでね、一匹だけ取ってきました。島の競りに上がってるところは見たことないんですけども、なんと沖縄ではですね、結構高級魚としてね、扱われてるぐらい味がいいらしいということでですね、めちゃくちゃ楽しみにしております。ということで早速、観察していきましょう。はい、こちらがね、キヘリモンガラの全体像ですね。パッと見ね、ゴマモンガラに似てるんですけども、ゴマモンガラとは違う種類みたいですね。ただかなりね、ゴマモンガラとサイズは一致してますね。この親指から小指までが20センチなんで、
20、40、まあ大体43センチぐらい。結構大きい魚です。で、これはモンガラ系の魚特有なんですけども、鱗が硬くてですね、一個一個がね、すごいくっついてて、鋼鉄のようになっております。で、魚はですね、ここの歯を見るとね、大体何を食べてるかわかるんですけども、この歯はですね、おそらく砂中の甲殻類を食べてますね。カニとか貝とか、そういうのを食べてるんだと思います。ゴマモンガラとは違ってですね、サンゴを食べる口って感じではないですね。ちなみにブダイだったりとか、ゴマモンガラとか、サンゴをね、噛み砕いて食べたりする魚はですね、南国っぽい香りがするんですけども、形状から予測してサンゴを食べてなさそうなんで、これはほんまに美味しいかもしれません。ちなみにですね、ゴマモンガラと一緒でですね、産卵期はですね、めちゃめちゃ攻撃的になるようで、ダイバーとかが襲われる事件も発生するようなんですけども、ゴマモンガラほど噛む破壊力がないんでね、そんなに危険な魚じゃないのかなとは思います。魚ってさ、卵を産んで、そのままじゃん、普通。でもこの魚は、卵を産む用の巣を作って、そこに卵を産んで孵化するまで守るんですよ。母性のある珍しい魚です。ちなみにここまでゴマモンガラの説明されたら、ゴマモンガラが皆さん気になってきてると思います。なんでゴマモンガラの動画概要欄にね URL 載っけとくんで、ぜひね見てみてください。アルミ缶をたやすく噛み砕きます。そんぐらいやばいです。というわけで早速調理していきましょう。さて、さばいていきましょう。ということでまずは尻尾を落としていきます。はい、 OK。 こんだけね鋼鉄の鱗がありましても、こんぐらいねでかい出刃包丁があれば簡単に落とす。さて、尻尾を切り落としたんですけども、これなんでかって言いますと、こちら研いでない包丁なんですけども、これでね普通に3枚おろしをしようとすると、これね包丁がね入んないんですよ。本当に硬いんですよ。全く入りません。でこれ反対側からいくと、実はね包丁が簡単に入るんですね。でこれで反対側もやっていきます。じゃあ反対側からも包丁を入れていきましょう。よいしょよいしょ。そしたら反対側も入れていきます。こっからは同じ作業ですね。よいしょ。でどうするかというと、あとはパワープレイです。ヌルヌルしてるんでキッチンペーパーで、何こいつこいつ皮と身がつながってやがる。そんなことあるか。僕がね今までさばいてきたあらゆるモンガラ系の魚はですね、思いっきり皮を剥がしたら引きちぎれてたんですけど、こいつは皮と身が強固につながってますね。白い筋を見てもらったらわかると思うんですけど、このなんかね頑丈な筋で強固につながってます。ではここからハサミですね。では反対側も行きましょう。にしてもかなりくっついてますね。反対側やりづら。でハサミで切っていきます。マグロと一緒やな。外せたわ。よいしょ。こいつめちゃくちゃ骨硬いわ。やっぱ折るしかないね。よいしょ。これ食べてるものはね、匂い的に貝系なんですけど、何の貝か全然わからねえな。やっぱりサンゴではなくね、貝を食べてるようです。そしてあとは、肝に関しては、意外とちっちゃいですね。ちょっと痩せてる個体ですね。もしかしたら、こんだけ内臓がちっちゃくなってるんで、抱卵後か放生後の個体かもしれません。ちょっと疲れてたんでしょうね。さて、皮を剥がしてみたんですけども、これね、とてつもない筋がありますね。これね、刺身ではちょっと食べるの厳しそうなんで、今日はマース煮とバター焼き、こちら2品を作っていこうと思います。はい、それではですね、マース煮用から作っていきま硬いなこいつ骨が。今回ねいっぱい魚が取れちゃって、これ最後にさばいてるんですけど、今日ねちょっとね4日目なんですよ。だからちょっとね傷んでます。では血合い骨を落としていきましょう。
身はねこんな感じ。水分量がねかなり多いんで、塩当てしてかなり水を飛ばした上で熟成したら、まあ結構美味しそうな身をしてます。ただね血合いがねあまりにもねちょっと強いんで、この血合いはねどうにかしないと刺身では厳しそうですね。はい、では一口サイズに切っていきましょう。病み上がりで魚が取れすぎてちょっとね疲れてます。この魚が美味しければ疲れが吹き飛ぶ。確かに今までのモンガラ系と違って普通に白身魚としてのポテンシャルが高そう。クオリティは高いですよ、見た目としては。 OK、 着火。僕はですね食の探求心で生きてますから、初めて食べるものなるべく食材の味を感じるように食べたいんで塩を入れます。一応料理酒も入れておきます。はい、それではキヘリモンガラの身ぶち込みます。はい、それではバター焼きを作っていきましょう。バターこんぐらい使いましょうか。使いすぎかな、まあいいか。まずはフライパンにバターを敷いていく。ではキヘリモンガラドーン。これは絶対にうまい。では最後に塩コショウ。完成です。お、意外と身ホロホロで美味しそう。もうちょっとプリプリしてんのかと思った。ネギを振りかけまして完成です。はい、というわけで完成しました。いただきます。モンガラ系って実は、系統的にはね、ちょっとフグに近いんで、匂いさえなければ、フグとかと同等の味の種類が存在しててもおかしくない。だから今俺はちょっとテンションが上がっている。じゃあマースに食べてみましょう。キヘリモンガラうまいのか。いただきます。嘘やろ。むちゃくちゃうまーい。食感はまさにトラフグで、香りがね南国系ではないんですけども、なんだろう、タイの香りがちょっと強いみたいな。ちょっとスタッフの人に食べてもらいたい。これむちゃくちゃうまいぞ。ちょっと来てもらっていい？いや、ちょっとこれ食べてみてほしい。ちょっと匂いは匂いのあるトラフグやね。で今日4日目やからさ、1日目に食べればこれ匂いなかったはず。これめちゃくちゃうまいぞ。キヘリモンガラやばいぞ。これトラフグの介護感みたいな感じなんだけどうまい。そしたらバター焼き、微妙ですね。これはもちもちした食感で匂いがあるとはいえかなりね上品な味わいなのに、なんかバター焼きが全部打ち消してる。もったいない。キヘリモンガラめっちゃうまいぞ。いや、うまー。はい、それではごちそうさまでした。いやーびっくりしたね。この南方ではですね、カワハギがですね、なんかこの鎧みたいなのを持ったモンガラにね進化してるんですけども、そいつらがねめっちゃいろんな種類いて、いろいろとねずっとね食べてきたんですけども、評価としてはだいたい唐揚げにしたら美味しいけど、やっぱ刺身も微妙やし、煮付けもちょっと匂いがあるかなっていう感じだったんですけど、やっぱサンゴ食べてる魚はねちょっとね癖があるんですけども、多分ねやっぱこいつ多分サンゴ食べてないんでレベル高いね。ものすごく美味しかったです。やっぱねいろんな魚食べてね、初めての魚食べて美味しい魚があるとね、もうね嬉しいんですよ。市場価値はなくてもめちゃくちゃ美味しい魚に出会うと嬉しいですね。はい、ということでキヘリモンガラ、まず市場で見ることもないと思いますけども、もし安値で売られてたらねむちゃくちゃうまいんで、ぜひ皆さん購入してみて食べてみてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが常軌を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。